皆さんこんにちは、アンリです。今日は日本企業がついに国産 AI を社内ツールから業務遂行者へと格上げしたサカナ AI と三井住友フィナンシャルグループの提案書自動生成実務適用、みずほ証券の自律型 AI エンジニア、レビン大規模導入、そしてサカナ AI 音声モデル、亀のアイカスプに1026採択という4月29日から30日にかけての国産 AI 実装フェーズ突入のニュースを AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。2026年4月29日から30日にかけて日本の AI 業界ではこれまで実証実験や検討段階にとどまっていた国産 AI がついに業務遂行者として現場に投入される歴史的な節目の発表が相次ぎました。まずサカナ AI と三井住友フィナンシャルグループが提案書自動生成 AI を実務適用フェーズへ進めたと PR タイムズで正式発表しました。続いてみずほ証券が自律型 AI エンジニアデビーンを国内大手金融機関として初めて大規模導入することを公表しました。さらにサカナ AI の新音声モデルカメが世界最高峰の音声信号処理国際会議アイカスプに1026に正式採択されたことも明らかになりました。これらに加えてソフトバンクグループの AI ロボット企業ローゼが米国市場での新規上場を検討していると報じられています。ここまでの流れを少し振り返っておきます。4月23日には日本の AI 基盤モデル発射連合が発足しました。4月25日には片山金融担当層が金融 AI 活用に向けた会合を主催しました。4月27日にはサカナ AI の推論モデルフグベータテストが話題になりました。今日のニュースはこうした前段の議論や検討フェーズを抜けていよいよ AI が実際に業務を遂行する段階に入ったことを示しています。それではなぜ今これほど多くの国産 AI 実装ニュースが集中したのか、サカナと三井住友の連携が何を意味するのか、デビンとはどういうものなのかを一つずつ整理していきます。まずサカナ AI と三井住友フィナンシャルグループの実務適用についてです。両社は2025年から共同検討を進めてきた AI による提案書自動生成システムを4月29日から30日にかけての PR タイムズ発表でいよいよ法人営業の実務に組み込んだと公表しました。ポイントは社内検証用のデモで終わらせず実際の取引先への提案書ドラフトを AI が営業担当者に代わって素案として作成する点です。三井住友銀行銘柄コード8316を要する三井住友フィナンシャルグループは年間で数十万件規模の法人向け提案書を作成しており、ここが AI で効率化されると人件費だけでなく提案スピードと品質が一気に底上げされます。サカナ AI にとってもメガバンクとの実務適用は国産 AI スタートアップが業務遂行者として収益を生む段階に入ったことを示す象徴的な事例です。次にみずほ証券のデビン大規模導入についてです。みずほ証券は米国のコグニション AI が開発した自律型 AI エンジニアデビンを国内大手金融機関として初めて大規模導入すると発表しました。デビンとは人間のエンジニアの代わりに要件定義からコーディング、テスト、デバッグまでを自律的にこなす AI エージェントです。これまで GitHub コパイロットやクロードコードのような補助ツールはありましたが、デビンは単なるコード保管ではなくエンジニアそのものとして稼働する点が決定的に違います。みずほ証券親会社はみずほフィナンシャルグループ、銘柄コード8411はシステム部門でデビンを実践投入し、社内システムの保守や新規開発の一部を AI エンジニアに任せていく方針です。AI が業務を補助するのではなく、業務を遂行するという業務遂行者としての AI 活用の代表事例になります。3つ目はサカナ AI の音声モデルカメがアイカスプに1016に採択された件です。アイカスプとは
国際電気電子学会 IEEE が主催する音声信号処理分野で世界最高峰の国際会議です。ここに採択されるということは、カメが世界の研究コミュニティから日本初の音声生成基盤モデルとして正式に認知されたことを意味します。魚 AI は4月27日に話題になったフグ推論モデルとは別ラインで、カメという音声特化のモデルを開発してきました。フグが LLM 分野での挑戦だとすれば、カメは日本語を含むマルチリンガル音声合成における日本初の基盤モデルです。ICASP2000に16採択は、日本の AI が論文ベンチマークの世界でも米国オープン AI や中国系勢力に伍していけることを示す心強い実績です。4つ目は、ソフトバンクグループ傘下の AI ロボット企業ローゼが米国市場での新規上場、いわゆる IPO を検討しているという報道です。ローゼはフィジカル AI と呼ばれるロボティクス領域で、産業現場や物流現場に投入される AI ロボットを開発する企業で、ソフトバンクグループ銘柄コード9984が大株主として支援してきました。米国上場が実現すれば、ソフトバンクグループにとっては保有株式の含み益顕在化という直接的なメリットがあるだけでなく、日本初の AI ロボット企業がグローバル資本市場で評価される初の本格事例になる可能性があります。実装フェーズの話と少し角度は違いますが、業務遂行者としてのフィジカル AI が本格的な事業会社として独立できるかどうかの試金石になります。ここから私たちが今日からできるアクションを3つ挙げます。1つ目は AI 関連株のウォッチリストに国産 AI 実装銘柄を加えることです。今回のニュースで動く可能性が高いのは、三井住友フィナンシャルグループ8316、みずほフィナンシャルグループ8411、ソフトバンクグループ9984という金融とフィジカル AI の主役たちです。加えて、魚 AI に出資している銘柄や、みずほ証券のシステム部門にデビンを納入するシステム会社、例えば NTT データ9613や野村総合研究所4307といった SI への動向も、 AI エンジニア大量導入が進めば中長期で利益構造に影響します。証券コードと一緒に今日のニュースをきっかけに国産 AI 実装関連のフォルダを作って整理しておくと相場を読みやすくなります。2つ目は、自分の業務にデビン的な自立エージェントを試験導入してみることです。エンジニアの方であれば、コグニションのデビンはもちろん、クロードのクロードコードや、オープン AI のコーデックス、GitHub のコパイロットワークスペースなど、自律的にタスクをこなす AI エージェントがすでにいくつも公開されています。法人で本格導入する前に、まずは個人や小規模チームで要件定義からテストまでを AI に任せる感覚をつかんでおくと、社内導入議論で説得力のある一次経験者として立ち回れます。みずほ証券のような大手金融が動いた今、各社の意思決定スピードは確実に上がっていきます。3つ目は、国産 AI モデルを実際に触ってみることです。魚 AI の亀は音声生成モデルですが、魚のフグや富士通の高値、NEC のことみ、NTT の鼓など国産基盤モデルが公開、ベンチマークやデモで触れる環境が整ってきました。海外のチャット GPT やクロードだけを使い続けるのではなく、日本語固有の文脈や行政文書、議事録、提案書といった日本企業特有の業務に強い国産 AI を並行して試すと、業務適用の現実解が見えてきます。今日からメイン業務にチャット GPT、サブ業務に国産 AI という二刀流を意識すると、 AI 実装フェーズの恩恵を一番先に受けられます。今日の3つのまとめです。1つ目、魚 AI と三井住友フィナンシャルグループが提案書自動生成 AI を実務適用フェーズに進め、メガバンクの法人営業現場で AI が業務遂行者として動き出しました。2つ目、みずほ証券が自立型 AI エンジニアデビンを国内大手金融初の大規模導入、 AI が補助ツールではなくエンジニアそのものとして稼働する時代に入りました。3つ目、魚 AI の音声モデル、
亀が iCASP に1026に採択され、国産 AI が世界研究コミュニティで認知される一方、ソフトバンクグループのローゼマイ国上場検討でフィジカル AI も資本市場へ、日本 AI は検討から実装、そして業務遂行へと一気に進みました。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。